おはようございます。たかしです。本日は7月5日火曜日、ただいま9時4分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は上髭、下髭の陽線となっております。今はどちらに行きたいのかっていうのが分かりにくい、そんなローソク足に見えますね。そして先週金曜日は下髭の長い陰線というところでもう一度下値トライをするんじゃないかと考えていたんですが、結局そこから切り返してきております。ただ本日もう一度下を試す可能性もありますので、その辺は注意ですね。現在は GMMA が上上がりというところで上昇トレンド中、ただ高値を切り下げてきてます。そしてここは安値を切り上げてきてますので、今この水色のラインで描いたこんな感じ、三角持ち合いになりつつあるんじゃないかと考えてます。ストキャスティクスは今ゴールデンクロスしてきてますが、ちょっとタイミングとして早いのかなと思ってます。過去のゴールデンクロスを見てますと比較的大きく上昇してますので、今回も上昇するんだろうと思いますが、上昇するのであればもう少し安値圏に来てからして欲しかったところですね。なのでもしかしたら途中でこれが崩れて下落してくるということも考えられますので、やはり三角持ち合いで分かりにくい動きをしそうな、そんなイメージです。マクディに関してはまだ下落モメンタムを維持してますので、上値は重そうだなとは感じます。現在はまだ上昇トレンド中ですので、ここから上昇していくとも考えられますけど、今この赤の GMMA がちょうど直上にありますので、そこで抑えられて再度下落する可能性というところで、本日も分かりにくい動きをしそうですので、基本は上昇しそうには見えるんですけれども、下落しそうにも見えますので、方向感が少し分かりにくいとは感じますので、トレードは短く利確していくのがいいかもしれませんね。では4時間足です。4時間足はこの切り下げラインを3つ引いております。で、この今3つ目のこのラインですね、その辺付近になってますね。なので、ここから下落してくると再度金曜日の安値をトライしに行くとは考えます。なので、162円ぐらいを目指して下落しそうには感じますが、一応ターゲットとしてはこの辺かなと思ってるんですね。この今、白のボックス、これ日足で見ていただいたらわかるんですが、白のボックスの加減がここ、160円付近になりますので、この辺ぐらいまで下げてくるとは考えてるんですが、現在ストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしそうというところでここからの下落になるのか。ただ GMMA が今横向きになってきてるんですね。週末の動画ではここまだ下向きで、ここから下落するのかっていう感じだったんですが、昨日の上昇が結構強かったので、今 GMMA は横向いておりますので、ここを上抜ける可能性。ですのでこの黄色のライン、このラインを上抜けてくると GMMA も上抜けますので、そうなると一旦の押しを待ってから次のこのラインぐらいまでの上昇を取っていきたいとは考えますが、あまりこの、図形的には値幅があまりありませんので、ちょっとトレードがやりにくくなる可能性はありますね。それでも値幅だけを見てると結構あるんですけれども、その中で押し目を作って取っていくっていうのもなかなか難しいかもしれませんので、やはり利が乗ったらすぐに利確していく方がいいんじゃないかなと今は思います。ただ現在のポイントを上抜けてきた場合はこの次のラインまでなんですが、おそらくこの辺が次のターゲットになるのかなと思ってます。この紫の点線、ここが1時間足の目線切り替えポイントの167円付近になりますので、今のここのこの切り下げラインを超えてくると次は167円を目指して上昇するんじゃないかというふうには考えられますね。ただ日足のマックディがまだ弱いので、そんなにスルスルと上げるっていうイメージではなくって、じりじりと上げていくっていう感じですので、一旦ここを上抜け後、次 GMMA にサポートされてからの上昇で押し目買いを狙っていくのがいいのかなとは見ておりますが、現在はここでどうなるかですね。ここからまだストキャスティクス高値圏ですので、ここからの下落をしていくことも考えられますし、今はどちらに抜けるかっていうところを注目したいところです。では1時間足です。現在はこの高値からこの安値ですね。これが直近の最高値になるんですが、167.856 から 161.5 付近、この辺に引いたフィボナッチリトレースメントの 50% 付近で現在止まっている状態ですね。で、昨日一度上げてきて下げられたんですが、もう一度今、上抜けられるかどうかを試しに行っているところ、そしてここが先ほど4時間足で言ってました切り下げライン付近というところでここを抜けられるのか、それともここで小さくダブルトップを描いて下落していくのかというところですね。一旦はこの、週末の動画で言ってましたこのヒゲ先ですね、164.4 付近を上抜けてきてますので、ここで、トレンドが変わったというふうにも見えますが、ここから上抜けられずに下落する可能性も大いにありますので、今はその辺が注意ですね。そしてここには4時間足の GMMA も通ってますので、その GMMA が、重しになってそこから下落するっていうことも考えられます。現在ストキャスティクスは高値圏に向かっていますが、ここの高値圏、こことかっていうのは一旦の下落をしているところですので、これがもう一度高値に来たところでここを上抜けられない状態であれば、そこからの下落でダブルトップでの下落になりかねないとは考えます。
ここを上抜けてくると、やはり一旦戻しを待ってからの上昇を狙っていきたいところではありますね。ただその場合はストキャスティクスが一度、過熱感解消で下がってくるのを待ってからの方がいいとは思ってます。一旦上抜けたところでおそらくストキャスティクスは高値圏に来ますので、そこでエントリーしてしまうとそこが最高値になって一旦の戻しをつけます。そしてその戻しが騙しになって下落するという可能性もありますので、一旦上昇して下落してくるんですが、ストキャスティクスがある程度のところまで、例えばこの辺ですよね、過去のこの反発しているこのポイントぐらいまでは最低限戻すのを待ちたいところです。そしてそれがある程度の戻しをつけたところであれば、そこからのエントリーというところで押し目買いを狙っていく。もしくは、上抜けたところで横の動きですね。ここで、下げ渋るような動き、そしてストキャスティクスがある程度過熱感解消で下落してくるところぐらいが次はエントリーポイントかなとは見ておりますので、一旦上抜けてもそこからの戻しを待つ、そこからのエントリーをしていくのがいいと思います。で、こことかこことか比較的、下落していると思うんですね。ちょっとここを測ってみましょうか。まず、ここの上昇に今、フィボナッチリトレースメントを当ててみました。このオレンジのラインが 38.2%、ちょっとここは数字が被って見にくいんですが、この 38.2% まで今押しをつけてるんですね。で、次、ここからここに当ててみます。はい、ここに当ててみました。これも同じくこのオレンジのライン 38.2% ぐらいのところで押しをつけてますので、おそらくですけれども、今回も上昇してきたら、またそこの上昇のこの今のこの安値ですね、164円ぐらい、この辺から次上昇が止まるところまでにフィボナッチリトレースメントを当ててみて 38.2% ぐらいのところに押しが入るのを待って、ストキャスティクスの過熱感がある程度解消されていたならば、その辺が押し目買いポイントになってくるかもしれませんね。ただ現在はここから下落していくっていうことも考えられますので、まず明確にここを上抜ける、わずか上抜けましたっていうのじゃなくて、はっきりとこの上抜けたっていうのが分かるように、例えばここが1対1ぐらいですね。今この青いラインからのこの黄色のラインまでのこの値幅と同じぐらいの値幅が上抜ければいいのかなとは見ておりますので、その辺を目安に、そしてそこからの戻しを待つところでの押し目買いっていうのをしていくのがいいのかなと。また短く取るのであれば、ストキャスティクス高値圏からのデッドクロスでのショートエントリーを短く取っていくっていうのもありだと思いますので、今は方向感なく分かりにくく動いている、そんな印象を持ちますので、あまり長く持つというよりも、利が乗ればそこで利確していくのがいいのかなと考えておりますので、その辺でトレードしていけるといいんじゃないでしょうか。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。